皆さんこんにちは。韓国在住のほろよい主婦です。今日はすぐにソウルに行くのはもったいないインチョン空港周辺のグルメを紹介します。今日も美味しいものがたくさん出てくるので最後まで見ていってください。国内外から多くの観光客が訪れるインチョン国際空港。空港を降りたらタクシーやリムジンバス、空港鉄道を利用して素早くソウルへ。ほとんどの方が直行し、なかなかインチョンには立ち寄ることがないですよね。でも空港があるインチョンのヨンチョンドにもとっても素敵なスポットがたくさんあるんです。意外と知られていないインチョンの海。すぐに空港鉄道に乗ってソウルに行ってしまっては味わえないおしゃれなレストランやカフェがある最近韓国の SNS で話題の観光スポットクーペットにご案内します。インチョン空港から車で20分ぐらい。タクシー代は1万5000ウォンくらいかかります。バスもあるんですが、本数も少ないし、大きいスーツケースを持って乗車するには不便です。インチョンの海もなかなか素敵ですよね。この地域は観光地として開発中で、新しいホテルやレストランやカフェなどが次々にオープンし、賑わっています。公園や歴史館もあるので、海を眺めながら軽くお散歩するのもいいです。近くにはホテルもあります。コロナ前はホテルに宿泊すると空港までの送迎があったそうです。このまま順調に観光客が増えれば交通の便も良くなると思います。遊覧船乗り場です。大橋が完成する前、インチョンに通じる唯一の出入り口であったのがここの船乗り場。ここから遊覧船に乗るとインチョンの人気観光地ウォルミドに到着します。所要時間は15分ぐらい。料金は片道3500ウォン。車ごとの乗車も OK です。遊覧船の乗り心地も最高。景色も良くてインチョンの海を鑑賞しながらちょっとバカンス気分を味わうのもいいですよね。ウミネコと戯れるのもインチョン観光の楽しみの一つです。それからここに来たら外せないのが海鮮。インチョンは海鮮天国なんです。新鮮な海鮮がお手頃価格で食べれちゃう。お待たせしました。それでは美味しい韓国グルメを紹介していきます。まず最初に紹介するのはクーペットの魚市場。ここでお刺身をオーダーして食事は同じビルの上階にある別のお店でするという韓国の魚市場ではよくあるスタイルです。人数を言っていろいろな海鮮が出てくるセットメニューを注文するのが主流です。好きな海鮮があったり食べれないものがあったりすれば融通を利かせてリクエストに合わせてくれます。1回でお刺身代を精算して食堂で席代や飲み物代や追加で注文した料金を支払います。お刺身はさばいて食堂に持ってきてくれます。
窓側のオーシャンビュー席をゲット。最初に出てきたのはサンナッツという生きたタコをぶつ切りにしたもの。それから海鮮の盛り合わせも豪華に登場。ホタテ、エビ、ホヤ、アワビ、ナマコ、つぶ貝。韓国でお刺身を注文するとお刺身だけじゃなく海鮮や焼き魚やいろいろな漬け出しが次々と山のように出てきます。そんな韓国スタイルのお刺身も楽しみの一つです。お刺身の盛り合わせも出てきました。3種類くらいのお魚の盛り合わせらしいんですが、何のお魚か覚えてません。結構分厚く切ってあるので噛み応えがあって美味しかったです。噛めば噛むほどうまみが口に広がる。魚のアラや骨、野菜を煮込んだ辛い鍋、メウンタン。別に追加注文した海鮮カルグクス。そして最後にカニまで登場しました。見ているだけでお腹いっぱいになるお刺身スペシャルセットを堪能しました。次に紹介するのは海鮮カルグクスのお店。お鍋いっぱいに盛り付けられた海鮮、新鮮なアサリ、ホタテ、エビ、ハマグリ、ムール貝、卵におでんまで迫力満点です。韓国料理には韓国の焼酎がよく合うんです。うまい。魚介の出汁が効いたスープは淡白でありながらもとても奥深い味。海鮮はそのまま食べても美味しいですが、チョジャンやお醤油につけて食べても美味しいです。食べても食べても底が見えない。身も大きくて旨味がぎっしり詰まってます。おでんもなかなか美味しかった。海鮮に飽きてきた頃のいいお口直しでした。最後にカルグクスという韓国の手打ち麺を入れて締めます。スープが足りなかったら足してくれます。海鮮スープとカルグクスの相性がバッチリ。麺は手打ちでもっちもち。ごちそうさまでした。もう一つ海鮮料理を紹介します。次は貝蒸しのお店です。ロケーション抜群のオープンテラス。天気がいいと海も見えるし、海風も心地いい。
基本のおかずたちです。塩辛、角的、どんちみ、青唐辛子のピクルス、それから枝豆。所持もちゃんと注文しました。壺の中に入っているのはどんちみ。大根を丸ごとじっくり発酵させて漬ける韓国伝統の白い水キムチです。ほのかな酸味が口の中をさっぱりさせてくれるんです。アルミの入れ物もなかなか素敵です。チョジャンとわさび醤油を準備しておきます。じゃじゃーん、3段盛り出てきました。3段、5段、7段とあるんですが、この時は2人だったので3段を注文しました。韓国では4人くらいでご飯を食べに行くといろいろなものを程よく食べれる気がします。1番上はホタテ、2番目はサザエやトウモロコシと卵が入ってます。一番下はエビとハマグリ、色とりどりの貝の3段盛り。見てるだけでテンション上がります。蒸した状態で出てくるので、このまますぐに食べれるのも嬉しいです。オープンテラスでお昼からのお掃除は最高です。さっき紹介したカルククス屋さんのホタテに比べるとかなり身が小さいですが、次は磯の香りが濃厚なサザエ。ゆで卵が入ってるのも珍しいです。暑いから少し冷ましてから食べます。韓国のトウモロコシ、日本のトウモロコシとは味も食感も全然違うんです。日本のように甘くなくて、食感はもちもち。開放的なオープンテラスで食べる貝蒸し、満喫しました。次は海を一望できる大人気カフェを2カ所紹介します。最近韓国では超大型のカフェが流行ってるんですが、この地域のカフェは格段におしゃれなんです。この建物の8階にあります。エレベーターを降りた瞬間からなんか別世界。目の前に海が広がるカフェ、ランデジャビュー。統一感のある木製の家具とたくさんの緑がチェジュ島のような雰囲気です。洗練された癒しの空間。このお店はソウルやプサンなどの人気観光地にも支店があるんですが、ここヨンジョンドでしか味わえないパノラマオーシャンビューが最大の魅力ではないでしょうか。フォトスポットもたくさんあるし、広々とした余裕空間。大きな窓からは綺麗な海景色が広がって憩いのひとときを過ごすことができます。このお店の人気メニューは可愛いボトルに入ったラテやミルクティーとのこと。ボトルメニューがだいたい7000ウォンくらい。デザートのケーキやパンも美味しいそうです。うまく撮影できなかったんですが、海の上に浮いてるみたいなとってもロマンチックな空間です。
ドリンクは普通に美味しいです。インチョンなのに遠いチェジュ島に旅行している気分を味わえる素敵なカフェです。もう一つ紹介するカフェは魚市場があるビルの8階にあります。こちらも海を眺めながらゆったりくつろげるカフェです。コーヒーのメニューもありますが、韓国伝統茶がメインのお店です。ケーキやパンはなく、韓国の伝統のお菓子が楽しめます。店内は広々としていて、店内の奥にもさらにお部屋があります。素敵ですよね。平日の朝の9時半から11時限定4000ウォン約400円の朝茶セットを注文しました。朝に温かいお茶をゆっくりいただくと頭がすっきりし、胃や腸が温まり、お通じも良くなり、心もリフレッシュといいこと尽くし。朝茶セットを注文するときなこ餅がサービスでついてくるのも嬉しいです。控えめな甘さと負担のないこの量が絶妙にお茶と合ってるんです。食べるのがもったいないくらい可愛い韓国伝統菓子の種類も充実。小豆のあんと生クリームで作った濃厚クリーミーでプルプルのパンナコッタ、カレートと呼ばれる白くて長いお餅を軽く焦げ目がつくぐらい焼いて黒蜜につけて食べると香ばしいもちもちと餅と甘い風味が一緒に楽しめてとっても美味しいんです。朝茶セットは価格も安いし混雑してないので人気の窓際の席も選びたい放題。時間に余裕がある方は朝茶がおすすめです。いかがでしたか？意外と知られていないインチョン空港周辺のグルメスポットの紹介でした。ソウルでは味わえない余裕空間と美味しい海鮮料理。空港からも近いので時間に余裕があればぜひ立ち寄ってみてください。今日は最後まで視聴いただきありがとうございました。